こんにちは、JP コンサルタント。今日はプロジェクトマネジメントの復習と実践ということで、その2回目、プロセスデザインというタイトルで動画を作成させていただいています。プロセスデザインというキーワードが出てくるのはこの表紙だけになっています。プロセスデザインという言葉を頭に置きながらこの動画を見ていただくと、後でって思うことになると思うので、よろしくお願いいたします。この動画はプロジェクトマネジメントの資格を取得し、実務に活用したいと考えている人を対象としています。時には私の熱いパッションが漏れ出すかもしれませんが、ご容赦をお願いいたします。最初に前回の動画で作成したこの図を使って、この表を使って話をさせていただきます。プロジェクトマネジメントのゴールは、契約の確実な実現ということと、期限の確実な実現ということと、目標原価の確実な実現ということと、適切な品質の確実な実現ということにあります。そしてそれらのゴールを実現するために、プロジェクトマネジメントではボトルネックを解消したりとか、クリティカルパスの短縮をしたりとか、労務費の削減をしたりとか、調達費の削減をいたします。また品質の向上も実施しますよということになります。そして別の立場から、私が言うところのプロセス主義の立場から話をさせていただくと、契約はプロセスにより実現する、納期はプロセスにより実現する、目標原価はプロセスにより実現する、品質はプロセスにより実現すると言います。 VE だとか QC だとか、どの団体さんのお話を聞いても必ずプロセスによって実現するというキーワードが出てくるということを、もしもそういった資格だとか持ってない知らない方は覚えておいてください。そしてこれを先ほどの表とくっつけるとこのようになります。マネージメントとは、マネージメントによってプロセスのボトルネックを解消したりとか、プロセスのクリティカルパスを短縮したりとか、プロセスの労務費を削減したりとか、プロセスの調達費を削減したりとか、適切な品質を生むプロセスに変更すると言い換えることができます。調達費と労務費の部分がちょっといまいちだと皆さん思ってらっしゃると思うので、ここの部分をもう一つ深掘りすると、労務費はプロセスの作業を削減することによって実現する。調達費はプロセスに対する手法、リソースを変更することによって実現するというふうに言い換えることができます。ただし動画を見ていらっしゃる方の中には、プロセスって言われても全く新しいプロセスだから、そんなベースになるようなプロセスなんてないよとか、またはうちの会社ってちょっとあれなんでプロセスってないんだよねなんていう方もいらっしゃると思います。結構たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。プロセスがないならば、プロセスを構築するところから始める。これもマネジメントの一つの形です。まずプロセスを構築しないと何も始まりません。次にプロセスで実現するというんだけれども、プロセスをどうすればそうなるのっていう話ですけれども、それはプロセスを構築している5つの要素を変えることによって実現することが、5つでいいんだよなの要素で実現するというふうに言い換えることができます。一つは人に関わる要素、もう一つは素材インプットに関わる要素、そして次に手法手順に関わる要素、
さらに物に関わる要素、最後に指示時間に関わる要素ということになります。リソースマネジメントとかって、または人的リソースマネジメントとかって言い方をしますが、その設備だとか人そのものというふうに勘違いしがちですが、そうではなくて、人っていうことをキーワードにリソースを考えなさい。人以外のリソースということに関するキーワードになって、そのリソースを捉えてくださいねということになります。だから人だったらば知識だとか技能だとか量、人数だとかっていうことですね。そういったものがどうなの、その手法と対応してどうなのっていう話ですね。ものについても同じです。そういう風な感じでキーワードとなる言葉に惑わされると、全く違うことをあいつがとかって担当者を決めることとかね、いう風に勘違いしちゃうんですね。そうではなくて、あくまで知識、技能、人数だとか、生産量だとか生産能力だとか、そういったものという風に考えてください。そこを履き違えるとマネージメントとして成立しなくなります。さて、一番最初 WBS を作成すると思うんですが、 WBS を作成したならば、その WBS を用いてダイアグラムを作成してください。この丸の部分ないしは矢印の部分、どちらかがこの WBS で展開されたワークとなっています。これはアローダイアグラムですね。で、もしもプロジェクトが今ありませんよっていう人がいたらば、プロトタイピングとしてこれを作成していただければと思います。で、プロジェクトってやってるよって思ってる方々で、こういったダイアグラムがなかったらば、それは実はプロジェクト本当にできてたのって話になってしまうので、こういったプロジェクトを WBS から起こすようにしてください。これを書けないというか足りない部分があったらば、 WBS を追加したりとか見直したりとかしなければいけません。さて、 WBS をダイアグラムで表現することでプロセスが見える化されます。プロセスが見える化すると、プロセスの抱えているリスクを把握することができます。ここで言っているリスクというのは当たり前ですけれども、マネジメント対象である、契約内容ですとか、期限ですとか原価ですとか品質ですとかっていう、そういった項目になります。それに対してそれが実現できないというのがリスクなんですね。そしてそのリスクを把握してマネージメントを行ったらば、このダイアグラムが必ず変化します。または対策を検討する一環としてダイアグラムを変化させます。で、その変化した内容を見て豪華な予測をしたりとかっていうことを実施したりとかすることができます。このように先ほどの5つの要素をこのダイアグラムの中に当てはめて検討することによって、プロジェクト全体ないしはプロセスの全体の設計をすることができます。それをタイトルでプロセスマネジメントとか、プロセスデザインとかプロジェクトデザイン
みたいな言い方をすると。まあ大きく言うとそんな感じになります。さて、じゃあ変わるとか変えるとかって言ってるけど、どんな風になるのさと。ありきたりな内容、皆さんがどういただけるだろう、ありきたりな内容でお話をさせていただくと、クリティカルパスを短縮したいということで、クリティカルパス上にあるこの水色の部分を短い期間で実施したいと考えたとします。その時、いろんな方法ありますが、一つの方法として、人、物のリソースを追加して、そのプロセスを並列化するということが考えられます。人、物を倍投入して、その能力が同一であれば、もちろん生産能力は倍になるので、期間は半分にすることができます。当たり前ですよね。次にボトルネックの解消として検討した結果、この最後のプロセスの一つ前のプロセスのところ、ワークのところでボトルネックがあるということが分かりました。いろんなボトルネックがあるでしょうけどね。例えば青いところから3つの矢印が飛んでるので、大量のインプットがあるんで処理しきれないリスクがあるとかね。またはメソッドに対して投入している人的または物的なリソースがちょっとミスマッチがあるとかね。いろんなケースがあるでしょう。もしもミスマッチ、手法と人、物的なものっていう風なリソースの間にミスマッチがあるんであれば、水色の部分のプロセスを通らないように、全く新しいプロセスを考えて、橙色のようなプロセスを通すことによって、手法とリソースの間にギャップが発生しないようにするというふうな対策をすることになります。特に納入直前のプロセスにボトルネックがある場合、そのボトルネックの抱えているリスクが顕在化したならば、もう対処する期間がないはずですよね。だから絶対発生させてはいけないです。ボトルネックがないようにしなくちゃいけないということで、こんな風な対策を取ることが往々にしてあると思いますね。次にクリティカルパスの短縮の方法のもう一つとして、クリティカルパスの中にあるこの水色の部分を短縮したい。なくせれば一番いいんですけどね。なくすというよりも分かりやすいアプローチとして前倒しするというふうなアプローチがありえますよね。橙色のところにあった作業を水色のところに前倒しします。橙色の部分には本当は全部作業を前倒しして作業を何も残したくないんですけれども、一つ前の手順、橙色の一つ前の手順のアウトプットがどうしても必要なところだけがどうしても残ってしまうと思います。そのほんの少しの作業を残して、その他全ての作業を前倒しすることによってクリティカルパスを短縮することができます。こんな方法もあり得るわけですね。そしてローン付の削減というふうなケースだと、この濃い水色の丸がたくさんありますが、
この中の1つとか2つとか3つとか、もうとにかくいくつでもいいんで、なくしてやろうということになります。作業が減れば、その作業にかかっているお金がなくなるわけですね。労務費が発生しなくて済む。作業が減るんで、作業が減ったことはこの丸の数でカウントすることができます。なくす方法はいろんな方法がありますよね。例えば、物を投入して人的リソースがなくても処理できるようにする。つまり、いわゆる自動化ですとかね。また、物をより高性能なもの、より多機能なものに変更することによって、人的リソースをそんなに多数投入しなくても大丈夫なようにするという方法もあるかもしれません。そのようにすることによって、プロセスの数が減ったならば、作業の数が減ったならば、丸の数が減ったならば、労務費は減りますよと。作業内容が減るんだから、当然同じプロジェクトでも労務費は少なくて済みますよね。さて、今回の動画のまとめです。まず最初に WBS のダイアグラムを書きましょう。個人的にはアローダイアグラムを私の場合は多用しております。実績がないならばプロトタイピングでも良いので、とにかく WBS を書くからダイアグラムを書くということが大事です。次にマネジメントの検討対象、またはマネジメントの実施対象はプロセスであって、プロセスは手法だとか人、物の運用を適切に計画することによって実現可能になります。そしてマネジメントを実施したならば、その成果はダイアグラムの変化として現れます。もしもダイアグラムに変化がないならば、少なくとも契約ですとか納期でとか目標原価の確実な実現を阻害するリスクに対してマネジメントレベルでは何も対処していないというふうに考えて、9割9分9厘間違いないと考えています。そしてダイアグラムの見方ですけども、ダイアグラムだけでこのプロジェクトは実現できるっていうふうに断言することはなかなかできません。しかし傾向をつかんで適切なマネジメント上の手を打つことはできます。事例として作業を示すアローダイアグラムであれば、作業を示す丸の数が減れば作業数が減って原価低減している可能性がありますよ。丸の数が増えるようなことをやったらば作業数が増えているので原価が増えている可能性がありますよ。クリティカルパスの作業については、複数のリソースに分割して作業を並列化することによって必要な作業期間を短縮できる可能性がありますよ。これって一と矛盾するじゃないか。いや、実は矛盾しません。クリティカルパスが、複数のリソースに分割して作業を並列化することで短いリードタイムに変わりましたという時には丸の数が増えているので、おそらく労務費が増えているはずです。そこら辺もバランスを取りながら改善をしていくというか、マネジメントをするというのが大事ですね。そして3つ目として、ボトルネックの原因は手法とリソースの能力のミスマッチであることが多いです。リソースの能力に合わせて手法を変更するとか、リソースの変更を追加することによって解消できる場合が多いので、
そういったことも検討してみてはいかがでしょうかっていうことが、ちょっと今回の動画の中で出てきました。まとめですが、プロジェクトマネージャーは自分及びプロジェクトマネジメントチームの施策についてアローダイアグラムで表しましょう。それによってマネジメントの内容に関する妥当性を点検することができます。また第三者がプロジェクトマネージャー、プロジェクトマネジメントチームのパフォーマンスを確認するときにダイアグラムを確認することによってプロジェクトマネージャー、プロジェクトマネジメントチームがちゃんと機能しているのかということを把握することもできます。またプロジェクトマネジメントはそれを実現するための手法とその手法を行うための作業、手順、人、物を計画変更することによって契約、納期、労務期を実現することができるというふうな活動をします。本当は材料費ですとか品質についても同様の説明をできるんですけども、今回の動画では同じような話をするだけなので説明を省いております。以上で今回の動画の話は終わりです。次回は要求分析と契約内容の合意形成についてはマネジメントの資格取得時の学習内容でおおむね過不足ないと私は考えていますので飛ばさせていただいて、プロジェクトの計画フェーズの序盤で作業するプロジェクトおよびマネジメントの仕様書作成についてスポットを当てます。名前がちょっと合わないと思うんですけども、マネジメントではプロジェクト検証と呼ばれるものになります。JP コンサルタントによるマネジメント講座、プロジェクトマネジメントの復習と実践の2回目、プロセスデザインということで今回は動画を作成しお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。次回もご視聴いただけると嬉しいです。またお会いしましょう。それでは失礼いたします。